セミナーで講演をいただいたお二人にですね、座談会というか対談形式でですね、ざっくばらんにお話をいただこうという会になりますので、リラックスしてですね。なんか喋り方が硬いんだもんだって。そうですか。はい。はい。というところで、はい、よろしくお願いいたします。はい。まあ、本当に乃木先生とはもう当時セルロース学会とかで、山本先生がね、2000年代前半から MFC の樹脂補強をやられて、グラインダーでやられてる、その頃まだグラインダーじゃないですね。ナタデココだよ。ナタデココとあと何でしたっけ。ナタデココだけでしたっけ。そうそうそう。あと MFC かなんか買ってやってましたよね。セリッシュか。そうやってて、だからそれ2003年から矢野先生とポスドクやって、それで矢野先生とは木材物理つながりで2003年から始めてって、でその時は斉藤先生は僕はもうまだ紙の研究してました。何年生なの？4年生 M1、M2 とか。2004年です？ 2003年ぐらい。2003年 M1 とかですかね。じゃあまだそんなに真面目に研究はしてなかったぐらいの。M1 ぐらいはし始めました。あ、そうなんで、その時から店舗はやってた。そうですね、はい。だよね。当時セルロース学会の中でなんか MFC をなんか樹脂補強の透明材料を作るっていう学会発表されてて、なんかこう周りでこうざわざわし始めてたような印象がありましたね。まだ透明じゃないでしたっけ？あの頃はまだの。いや、あの時はナタデココと樹脂混ぜて透明なのはできてて。2004でありました？あの時ね、プロジェクトの関係でね、言っちゃいけない期間がずっとあったんだよ。だからずっとできてるのは言ってたけど、矢野先生も講演は一切引き受けられないっつって。なるほどなるほど。だから2002年2003年かな、2003年に京大に行った時にはもうナタデココが透明な樹脂補強ができるっていうのはもうあったんですね。それで最後の論文のデータ全部やって、矢野先生が論文書いて、で論文は2005年だからできてから3年後ぐらいの話。でその時にナタデココでしかできないから、岩本阿部あたりに矢野先生が木材から作ってくれっていうのを、同時期でしたよね、僕がやってたのとね。そうそうそう。こんなとこから2003年から話したら2020年まで行くのにすごい時間かかっちゃうちょうど僕がその紙の研究しててフランスに2005年行ったんですよ。当時お世話になってた西山先生で、そこでなんかちょうどフランスに留学してた時にその2005年のナタデココの透明のあれが出て、あっちでも結構話題になってて、でちょうど僕もそのナノファイバー化発見した頃だったので、僕がやっていたこととなんかナタデココのあの仕事が同じ分野の仕事だって思ってなかったんですよ、僕その当時。あ、そうなんだ。樹脂補強ってなんつったのかな、透明プラスチック補強材料の仕事と、店舗パルプをほぐすっていう仕事が同じフィールドだと僕は思ってなかった。だから矢野先生はもう2つ抱えてて、透明補強は乃木やれって、で木材から作るのは阿部岩本やれっつってダーって走ってたから、だから東大のセルロース学会で発表した時に、うわ珍しい、やってるやんと思って、で研究室にお邪魔させてもらったんだよ。僕自身はセルロースのうちの部屋は紙の部屋だったので、高性能な紙を作るっていうか、紙の薬品ぶどまで上げるために化学開発するって店舗参加っていうのをやってて、そこからひょんなことから、ナノファイバーに一気にボーンとシフトしたので。やっぱり今天然素材というか循環型素材に対する注目っていうのは、なんだっけ、バイオエコノミーとかですごい注目されてんだなっていうのは逆に驚くぐらいで、いろんな会社の方を聞くと、やっぱり銀行の融資のあたりっていうところからもすごくチェックがあるらしいから、矢野先生がよく言うのは21世紀はベジタリアンの時代だっつって、そういうのがやっぱり来るんじゃないかなとは思ってて、電子デバイスに関して生分解性のキーワードでは意外に問い合わせも多く、最近やっぱりだからセルロースナノファイバーだけじゃなくパルプもやっぱりこれからは重要な素材になっていくんじゃないかなとは考えてます。
実際にね海外でもパルプすごい売れてるらしいですからね。とある某製紙メーカーさんはもうパルプでボロ儲けしてるそうで、数年前のとある製紙メーカーさんの営業利益がバーンって伸びた時はやっぱ海外のパルプをめちゃくちゃ売ったとか、だから要は数年前はパルプと板紙売るとめちゃめちゃ儲けるなんて話を、今年ねちょっとなんかコロナのせいか各社ガーンと落ちちゃいましたね。衛生紙持ってるとこだけがちょっと良かったらしいですけど。それパルプが売れるっていうのはそれは日本に工場あんの？いやブラジルとやっぱそっちなんだ。でそのパルプをいろんなセルロース誘導体に変換したりとか、パルプを売る商売でパルプってなんかこう株みたいに変動するらしいんですよ。で作ってる原価一緒だからそれをいくらで売れるのかってところでボロ儲けできる年があって、今年はすごかったって。今年ダメだったらしいんですけど、去年一昨年ぐらいボロ儲けしてましたよね。やっぱり、僕自身はやっぱり最後は樹脂補強とかマスが履けるところ行かないとどうにもならないなとは思うんですけど、あそこは現状の値段じゃ無理ですよね。からやっぱコスト吸収力のあるところで。でもやっぱり高いっつってもさ、初っ端の材料って何だって高いんだからさ。そうなんですよね。そこはやっぱみんなで頑張ってやるしか、だからよちよち歩きの赤ん坊の足が遅いなんて嘆いててもしょうがないんだから、そこはまあ立派な大人になるように頑張って、その間に山ほどトレーニング積んで20、30年後はオリンピックで金メダルぐらいの勢いで頑張りましょう。なんか論文なんかマスクにナノファイバー染み込ませてウイルス除去率が上がったみたいな論文で出てましたね。知らないけど斉藤先生の透明断熱なんてほっといて透明マスクにすればいいじゃん。マスク透明にして誰か嬉しい人います？だってなんつうの普通の白いマスクじゃなくて、でもちょっと先ほど言いましたけど空気の圧損がとんでもないことになっているので息できない。だからそれが普通の話であって、それをどうにかして息できるようにすればいいんじゃないのかな、理論的にはできるはずなんだけどなと思って。なんかこう医療用途もやっぱり結構機能があるって言われてて、血糖値下げるとかガンマ GTP 下げるとか、そのヘルスケア用途で性能が出るってこと分かってるんですけど、結局こう飲むのに認可取らなきゃいけないから、それ10年10億かけてやっぱ国から認可取って初めてっていう、やっぱ新素材だからこそすごい高いし、新素材だからこそヘルスケア食品に行くにはやっぱまだ金かかるし、だから結局まだちょっとコストが下がりそうな要因がまだそんなになさそうだなっていうのはちょっと悲しいんですけど、現状やっぱりコストね、添加剤関係だとか機能用途でないとほぼ実用化できてないっていうのが現状で、少しずつ原価償却しながら量産性上げて地道に少しずつ落としていくしかないのかなと。でも機能があれば高くても買ってくれる人いるんじゃない？そうですよね。だからそこの、それは例えば CMC の代替とか代替だからダメだって、だからそれがならではの機能が出てこれば。だからあれだよね、海洋プラスチックス問題を解決するのがセルロースナノファイバーしかないみたいな機能があればそうですね、いけるんだけどね、そういうのも、なんか成分解性のスイッチ機能をセルロースナノファイバーがとかどうですか？店舗は出せるんですよね、その体温変えると。そうだからよくその成分解性の話も話すると皆さん本当スイッチ機能が欲しいって言ってくるけど、その原理的にパンと切り替わることは無理でも、なんかだらっとだらを短くすることはできそうな気がするんだけど、そのスイッチするタイミングとかがどれぐらいなのか具体的に言ってくれたら、先ほどの話なんだけどニーズが見えないからどうしたらいいんだろうな。海洋関係だと pH らしいですね。なんかその、土壌の pH だとか、海洋関係だと海に深海に沈んでいくと pH がどんどん変わっていくので、海のどの pH が深さによって pH が違うそうなので、
その pH になった瞬間にピッてこう切り替えて、そうだからって分解すスイるとか。ッチしようと思ったらもう pH か温度かそれぐらいし湿度かかないですよねっていう選択肢が限られてくるから、じゃあどのタイミングでどれぐらい短くやったらいいのかっていうのが情報があればなんか打つ手はあるような気がするなっていう気は。まあ、トレンドとしては回線入れないっていうのが多いですね。まあ今、ご指摘あると思うんですけど、板をそのまま透明な紙に回線せずに板にしたり、樹脂補強で透明な樹脂補強体作ったり、最近パルプを可用素酸酸化かな、ちょっとパルプを化学解出して紙あるじゃないですか、紙ホットプレスすると透明な紙になるとか、セルロースナノファイバーだけで、だから最近なんか回線を入れないっていうのが論文だと多いなって。もともと考え方としては木材の組織構造とかパルプ中のミクロナノファイバーの配合構造を生かしたものづくりっていうのが日本誰もやってないんですけど、アメリカと北欧はやってますよね。いや俺それ聞いてて矢野先生先見の明あるなと思って。矢野先生パルプやってましたね。だって矢野先生最初に透明なカニ作るっつってカニ、回線なくてもいいんだっつう話で、それでラルスさんが透明木材にしたじゃん。そうですね。で矢野先生も京都プロセスで回線処理なしで複合材料を作るっつっててやってたから、お矢野先生すごいんだって。まあそうです。おっしゃる通りです。ああそうか。でもそうなるとパルプだよね。パルプをいかに使いこなすかが重要なのかもしれない、ね。回線入れないんだとするとですよね。入れる必要ない場合もたくさんあるもんね。あるんでしょうね。だ結構最近セルロースナノファイバーの樹脂回線してナノファイバー補強するロモってほとんど出なくなってきましたね。マニアックなところまでいったね。木材をそのまま使うナノセルロースと同じ性能を出すように木材の板をプロセスしてナノセルロースと同じ透明な紙にするとか、似たようなエアロゲルっぽい構造を作るとか、パルプで紙作って回線せずに透明な紙にするとか。木材をそのまま使って、そう木材素晴らしいんだよ。斉藤先生分かってきたね。いやいやすいません。いやそうです、はい、地域的にはどこら辺の研究が？スウェーデン、フィンランド、アメリカですね。それはでもやっぱ昔からだよね。まあそこの3国が強いので。でも日本も負けてない、ね、負けてないです。ただ日本はどうしてもやっぱもう回線してっていうところがあるので。要は化学解出型、多分対象となるのは店舗酸化とリン酸エステル化と、最近ね硫酸化ナノファイバーなんての出てきたし、簡単に言うと透明なナノファイバーですね。透明なナノファイバーの国際規格ということで、最低限これとこれとこれとこれを測定しなさいというのが今の TS っていう段階ですね。それは ISO のスタンダード作りです。今次に向かって IS 化っていうのがちょうど始まったところですね。今の TS っていうのは何年かすると失効しちゃうんです、なくなっちゃうんですけど、それが策定されるとそれに加わってる国はそれに従って活動するってこと？その規格に示された評価書を作って、ちゃんとこれ ICNF ですよっていうスタンプみたいなものですね。ってなると皆さんは特にだからそのお墨付きがもらえるっていうことだから、お墨付きなしでも商売俺たちはするんだっていう人は別に構わない。もちろんです、もちろんです。はい。だけど一応お墨付きがあると商売しやすくなるよねっていう。そうですね。で他にもアペンディックスでこうたくさんこうやってやるとセルロースナノファイバー ICNF の分子量だとかこういうことも評価できますってやつをバーッとアペンディックスに入れてあるんですよ。でそれは例えば商取引の中でじゃあこれもやってくださいとか、そういうのは個々の商談の中でやってくださいっていう、絶対やらなきゃいけないっていう7個ぐらいのがあって、7個か8つあって、その他分子量測定するんだったらこうっていうのがこうパパパパってたくさん入ってるんですよ。それをこう見せて、じゃあこれみたいな。はい、進捗としてはどんな進捗？IS がそろそろ発行されたのかな。間違えた TS がそろそろ発行されて、で、今ナノセルロースジャパンの方でそれを IS 化、要は執行しないようにしっかりきち
ちんとした国際規格にするように今動き出すところです。企業に期待することはやっぱりもっともっと裾野を広げてほしいっていうのがあるな。十分数は多いんだけど果たして業種は増えてるのかっていうのがあって、だからデバイスみたいなような人から質問を受けた時にはものすごくいろはから説明しなくちゃいけないことがあって、だからその業界の勢力分布的なのはそんなにまだ産業全体には知れ渡ってない気がするんで、そこは、頑張って広げてほしいなって気がします。まあ樹脂補強が圧倒的に多いですもんね。僕基礎研究にこういうフォーラムだとどうしても応用より実用化を目指したところになっちゃうんですけど、基礎研究よりだとやっぱり、透過電検の透過型電子顕微鏡の、プロ工学系の海外のプロだったりとか電熱の専門家といっぱい組んで、セルロースナノファイバー自身の分からなかった基礎物質性っていうのはどんどん明らかになってってるので、基礎研究においてはナノファイバーっていう素材の知名度が上がっていくことで異分野の人がすごい興味を持ってくれて、いろんな共同研究はすごくやってますね。例えば僕だったら透明断熱系のエアロゲルのご専門の方とかいろんなことを手広く共同研究はしているので、基礎研究のところでは進めてるんですが、じゃあ実用を目指した要は産学連携の異分野連携、異分野との融合ってなると、僕自身はそのエアロゲル透明断熱の論文出した後にいろんな企業から問い合わせをいただいてちょこちょこやってたんですけど、やっぱりまず初めは超臨界がダメだってところでものすごい基礎に落とされたって言い方おかしいですけど、じゃあこれはやっぱり蒸発乾燥で作らなければ作れたらいいよねってところに戻っちゃったんですよ。すごいセルロースナノファイバーですごい性能が出るって分かって、当時ものすごい問い合わせをいただいて、もう全然知らない企業の人がいっぱい来たんですよ。でやっぱり超臨界ってところでハードルができて、じゃあっていうことでもう一回地中に戻ったというか、でそれで、今日お話ししたようなところで今やっと少しずつ戻ってきた。で今北越さんと未来事業でこのネタやってるんですけど、もう一回そろそろバーンと出せるようなところに行けたらいいなという希望ですね。何かやっぱりアドバルーンを上げないと大学の人間なりある程度まとまった形にしないと異分野連携って本当興味を持ってくれないと異分野連携進まないので、大学のやるべきこととしてはやっぱりまずは現状は実用化しうるプロセスでちょっとアドバルーンを上げられるところにどうにかたどり着こうとしている段階ですね。そういう話ならだいぶ分かってきたのが、その企業の人で異分野っていうか共同研究みたいな提案するときに講演を初めて聞いて声かけられても基本的に講演で喋ることっていうのは終わったことを喋ってるんで、終わったことっていうのは往々にして興味を失ったことになっちゃって、それ面白いから続きよって言われるとあんまり面白くなくて、でやっぱり共同でやり始める人っていうのは付き合いが長い人が多くて、そういうので何回か話してるうちに、特に講演ってこっちからは話するけど相手方の情報をこっちはインプットできないから、話してるうちにそれこそ人となり会社の業態以上に人となりが分かってきて、世間話もできるようになってきた頃に世間話してお互いにしてたらそんな簡単なことをうちならできるよっていうような話まで落とし込めたらスパッといくかなっていう気がして、だから友達になってやれば異業種連携いけるかなっていう気がします。そう富士の国総合展示会はあれはセルロースナノファイバーで自分の知ってる限りでは一番いい展示会だと思うんで、今年はねコロナで本当にっていうか本当にすごい集まってきて、いや絶対行ったらね、俺知らなかったっていう人が展示があるのよ。それぐらい集まってんのよ。そうなんですか。で今年はねコロナのためでできなかったんで、ぜひ来年は。いや本当いいよ。すいません。ビッグサイトよりセルロースナノファイバーなら情報が集まるもん。
学生卒業生がプレゼンしてるのだけは見たんですけどあれはぜひそうですか。続けてください。はいでも大変だよね、最近やり始めた人はってすごく思います。だから学問が進歩していって、だからそうちらがやり始めたこと、セルロースナノファイバーやってる世界の研究者ってほぼゼロのところから始めてたから、何をやっても初めての知見っていうんで、だから自分がやりたいことをやったら誰にも被らないっていう世界だったのが、どんどんやると今はまず覚えなきゃいけない、学ばなきゃいけないのがありながら、前の人と被らないようにしちゃいけないっていうのは大変だろうなって思うよね。そうですね、だから昔は我々が学生時代の頃は、元の農学分野だとかセルロース分野にあったような分析手法とか応用を試すだけで論文になった、世間の人が興味を持ってくれた、あけばただ透明になったとか、それだけでもよかったんですけど、今は分析一つとっても用途一つとっても、こんだけアカデミアで成熟してくると、その学生の子がやっぱ勉強して努力しなきゃいけない、要は新しいことを、今までの我々の分野になかった新しいことを取り入れていかないといけないので、やっぱり、できるだけアンテナを外に張る必要がありますよね。あとなんか学生の話聞くと、セルロースナノファイバーに興味があるからこの研究を始めたっていう学生が多いのがすごく違和感がない。なんでです？だってうちらが学生の時って木材しかなかって、木材に興味を持ってパルプに興味を持ったらその先にセルロースナノファイバーを見つけたっていう話で、だからそれただ我々が年を取ったっていうだけなんです。だから正直だってセルロースナノファイバーに興味があるかって言われたらパルプの方に興味があるでしょ。そうかな、セルロースが好き。でも僕木材は好きですよ本当に、だから学生に木材の話するとすげえ嫌な顔されるから、でも木材知らないでセルロースナノファイバー何も分かんないやんとか思うのがジレンマなんじゃない？そうですね、そこでやっぱ学ばなきゃいけない、さっきの話じゃないですか、新しいことを取り入れなきゃいけないのと同時にやっぱ積み重ねてきたナノファイバーとはの部分もあるから、そこを勉強しなきゃいけないから、我々の世代より大変ですよね、多分若い子の方がね、全然圧倒的に。やっぱり環境貢献、社会貢献というか、それこそ低炭素が今これだけ盛り上がってる中で、やっぱり使うことが良いという命題があるので、そもそも木材好き、パルプ好き、セルロースが好きで始めてるんですけど、自分がこうやっていること、研究していることで何か環境に対する貢献が、バイオマスを使うことで貢献していきたい。そうだよな。昔からバイオマスを使うことの良さか。昔から人間が使ってきた、石とか土とか金属とか、そういう中の一つにセルロースとか木材っていうのがあって、多分だからそういう人類から昔から使って石とか金属とかそういうものは全部これからもずっと使い続けるセルロースだけじゃなくてそういう材料なんだろうけど、その中で一番今現在何か次の展開が見えるかもしれないものがセルロースナノファイバーなのかなっていうのは今思って、だからその前の研究の話にもつながるかもしれないけど、ひょっとしたら一番楽しい次を作れる、他の今研究してる人が次の時代を作れる可能性が一番高いのがセルロースナノファイバーなのかなっていう気はしました。だからそこの次が何だか分かんなくて当然っていうか分かんないんだけど、だから若い学生の人たちが、次の人たちが何か新しいものを作れば、あと20世紀ぐらい、2000年ぐらいはセルロースの未来が変えられるチャンスに今あるのかなって。まさに炭素繊維の歴史、50年とか必要で生まれてから発見されて、カーボンナノチューブなんてまだあれですし、そもそもプラスチック産業も
ね、150年の歴史があって、オイルリファイナリーっていうのがあって、精製のテクノロジーが発達してプラスチック産業ができたというのは100年以上、もう今でも150年160年経っていると。でバイオマスのブームが2000年ぐらいに1回あって、シュッと落ち着いて今また盛り上がってきて、いわばバイオリファイナリーの、一つの要素としてセルロースナノファイバーが今出てきて、野木先生おっしゃる通り、やっぱり従来の使い方から新しい使い方へのシフトの本当にスタートの地点にいると思うんですよね。要はこのまま CMC と同じただの一つの添加剤で終わっちゃうのか、社会構造を変えられるような一つの基軸になるのかは、ここ数年で結果を出せっていうことよりも、やっぱり長い目で基礎研究続けてやっていかないと、今のところ他にアイデアないですよね。でもガッと構造を変えられるような。うまく言えないけどポテンシャルはどう考えてもあるよね。ありますよね。その人間が理解してるのがまだまだ理解してない部分がたくさんあるから、そこはね、もっともっとガンと変えられるチャンスはあるわけだから、そうですね。だから長い目で見るしかないですし、我々ね、大学の人間も諦めずに食らいついてどうにかね、産業構造、新産業を作れるように、頑張れたらいいですよね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。存分に、お二人のお話であったり魅力であったりというところがですね、伝わるセミナーと座談会とすることができました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。